ここに一枚の白黒写真がある。滑走路にずらりと並んだ戦闘機。機体の尾翼には353の文字が読み取れる。この白黒写真に AI で色を与えてみる。濃い緑色の機体が鮮やかに蘇る。先頭の機体には白い斜めの帯が2つ。日の丸の赤と白がはっきりと浮かび上がる。基板 343A15。この機体の主は菅野直し大尉、市電会。正式名称市電211型。川西航空機が設計した局地戦闘機だ。1945年の日本に残された最後の切り札だった。そしてこの戦闘機を操ったのが343航空隊、通称源田の剣。真珠湾攻撃を立案した源田実大佐が司令を務め、日本海軍のエースたちを一箇所に集めた。最後にして最強の戦闘機部隊だ。だがその栄光は長くは続かなかった。343空が存在したのはわずか8ヶ月。その8ヶ月の間に88名の搭乗員が戦死し、4名の飛行隊長は全員が戦死した。今日は市電会と343空の貴重な写真をカラー化しながら、この部隊の誕生から終焉までをたどってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの覆面方法では、従来のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これは従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。この写真は川西航空機が開発した水上戦闘機強風だ。フロートを装備した独特の姿。この戦闘機が後に市電会へと進化する。 AI でカラーにしてみる。市電会の原型はこの水上戦闘機の強風だった。川西航空機の設計主任菊原静雄派、この強風をベースに陸上戦闘機への転換を海軍に提案した。だが海軍は正式な仕様書を出さなかった。川西は自費で開発を進めた。こうして生まれたのが市電。1943年の1月に初飛行した。だが市電には大きな弱点があった。水上戦闘機譲りの中翼配置のため、主脚が2段伸縮式で長く故障が絶えなかった。そこで川西は市電の初飛行からわずか4日のちに翼を胴体下部に移して翼化の設計に着手した。これが市電会だ。エンジンは中島飛行機の誉れ211型、空冷18気筒1990馬力。武装は両翼に20ミリ機関砲を4門。最高速度は高度5600メートルで時速596キロ。そして市電会の最大の特徴が自動空旋フラップだ。急旋回の際にフラップが自動で下がり、操縦桿を無理に引かなくても鋭い旋回ができる。他のどの戦闘機にもない純粋な日本の革新技術だった。飛行長の志賀義雄少佐はこう評している。ゼ戦が両家のお嬢様なら、市電会は下町のやんちゃ娘。宣伝されてはいないが20ミリ機関砲は効果的だ。この写真は格納庫の中に残された市電会2機だ。日の丸の白い縁取りと退色した能力色の塗装が見える。手前の機体には飛行隊長を示す帯が巻かれている。 AI でカラーにしてみる。だが市電会にも大きな問題があった。心臓部の誉れエンジンだ。カタログ上は1990馬力。だが実戦ではその性能を発揮できなかった。原因は燃料の品質低下。戦争末期の日本では良質な航空燃料が枯渇し、松の根から抽出した焼根油を混ぜていた。燃料のオクタン化は85まで低下。高度6400メートル以上では馬力が急激に落ちた。それでも市電会は日本海軍が手にした最良の戦闘機だった。戦後米軍がテストした際には高評価されている。市電会は F6F ヘルキャットと同等かそれ以上である。源田実、343空の司令であり、この部隊の生みの親だ。1904年広島の農家に生まれた。江田島の海軍兵学校を卒業後、戦闘機乗りの道に進む。飛行時間は3000時間を超えた。1941年源田は真珠湾攻撃の航空作戦を立案。海戦の英雄となった。だが1944年末、日本の航空戦力は壊滅的だった。レイテ海戦で熟練と乗員の大半を失い、本土の空は米軍機に蹂躙されていた。
源田は徹底的に考え抜いた。我々の戦闘は制海権を失ったから負けている。制海権の喪失は制空権を奪われたことに起因する。つまり戦闘機が負けているから戦争に負けている。源田は海軍上層部に一つの構想を提案した。最新鋭の師電海を集中配備し、各地に散らばるベテランを一箇所に集めた精鋭部隊を作る。これが343空の原点だった。1944年12月25日、343航空隊が正式に設立された。1945年春、松山基地で撮影された一枚。左が源田実司令、右が志賀義雄飛行長だ。AI でカラーにしてみる。志賀義雄少佐、343空の飛行長。つまり副司令格の人物だ。真珠湾攻撃では空母加賀のゼロ戦隊を率いた歴戦の搭乗員、師電海のテストパイロットも務めていた。1945年1月19日、源田が松山に着任。志賀と共に部隊の編成に取り掛かった。目標は各飛行隊48機の師電海。だが実際には工場の生産が追いつかなかった。川西成尾工場の月産は1月で35機、2月で47機、3月で56機。それでも各地から腕利きの搭乗員が松山に集まり始めた。ラバウル帰り、フィリピン帰り、本土防空の古参。戦場で生き延びてきた男たちだ。彼らはこの基地で最後の戦いに備えた。昭和20年2月、松山基地で撮影された集合写真だ。右側に海軍新選組指揮所と書かれた看板が見える。前列中央が源田実大佐、その右が志賀義雄少佐。 AI でカラーにしてみる。戦闘第301飛行隊、通称新選組。343空の中でも最も精鋭とされた飛行隊だ。隊長は菅野直志大尉、個人撃墜30機以上、刀剣のような気性の持ち主だった。源田は3人の飛行隊長をこう評している。押渕は知将、林は特将、菅野は東将。この集合写真の中には、後に日本海軍最高のエースと呼ばれる杉田正一、19歳のダブルエース笠井智和の姿もある。この写真の中で終戦まで生き残れた者は何人いるだろうか。8ヶ月後には彼らの多くがこの世にいない。天中組の看板を掲げた搭乗員待機場。先頭第407飛行隊の搭乗員たちが写っている。AI でカラーにしてみる。隊長は林義重大尉。1920年、鎌倉の浄明寺の僧侶の家に生まれた。温和で粘り強く、いつも微笑んでいる男だった。副長の中島はこう評している。一見頼りなさそうに見えるが、危機の瞬間に真の力を発揮する男だ。407飛行隊にはフィリピンから帰還したゼロ戦乗りが多く集められた。分隊士には本田実準尉、飛行時間3800時間の大ベテランだ。そしてもう一つの飛行隊が戦闘第701飛行隊、通称維新隊。隊長は押渕隆大尉、海軍兵学校を首席で卒業した秀才で、編隊指揮の腕は343空随一と言われた。この写真は杉田正一曹長だ。飛行帽にゴーグル、白いスカーフ、鋭い目つきの奥に静かな自信が見える。 AI でカラーにしてみる。杉田正一、撃墜120機以上、日本海軍でも屈指のエースパイロットだ。スカーフにはこう刺繍されていたという。笑顔で微笑みて確実に撃ち落とせ。南太平洋のラバウルで頭角を現し、山本五十六長官機を護衛した6人のパイロットの一人でもある。1943年8月、ブイン上空で F4U コルセアに撃墜され、重度の火傷を負って帰国した。回復後、フィリピンで菅野直志と運命的な出会いを果たす。以来、菅野の右腕として常に行動を共にした。そして1945年2月、菅野と共に343空に合流する。この時、杉田はまだ20歳だった。この写真は水兵服姿の杉田正一と父親だ。大日本帝異国海軍と書かれた帽子。まだ少年の面影が残る顔だ。120機以上の撃墜を記録するエースになるとは。この時の杉田自身も父親も想像もしなかっただろう。
最初の撃墜は1942年12月1日、ブイーン上空で B-17 に体当たりした。正規の戦闘訓練もままならないまま、杉田は実戦の中で戦い方を覚えていった。後に杉田の公式記録は撃墜70機、共同撃墜40機以上。だが非公式には120機を超えていたと言われる。太平洋戦争で最も多くの敵機を落とした男の一人だ。1944年に撮影された笠井智和に悲壮の写真だ。飛行帽の紐が風になびいている。 AI でカラーにしてみる。笠井智和、撃墜10機以上のダブルエース。杉田正一の両機として常に行動を共にした。この時まだ19歳だった。菅野隊長のユーモアの犠牲になったこともある。ある日、菅野が笠井にこう言い放った。俺の飛行隊にお前みたいなデブはいらん。爆撃隊にでも行け。夜になって笠井は菅野の部屋に駆け込み、お願いです、飛ばさないでくださいと懇願した。菅野が呆れた顔で言った。冗談もわからんのか。笠井は戦後まで生き残った数少ないと右乗員の一人だ。彼の証言が343空の記録を今に伝えている。ヒ山式中間練習機の前で撮影された記念写真。後列中央が本田実だ。 AI でカラーにしてみる。本田実407飛行隊の分隊士、撃墜40機以上、飛行時間3800時間の大ベテランだ。彼には死から蘇った男という異名がある。1942年末、ソロモン方面の作戦中に未帰還となり、海軍は本田の戦死を発表。2階級特進の手続きも済ませた。ところが10日後、現地住民の助けを借りて本田は帰還した。しかし面目を潰された上官は本田を許さなかった。短期での出撃、つまり事実上の自殺任務を繰り返し命じた。だが本田は何度出撃しても生きて帰ってきた。上級指揮官がこの不当な扱いを知り、ようやく窒死させた。特進は取り消されたが本田は生き延びた。非常に厳しい指導者で、その厳しさが部下の生存を助けたと言われている。1942年末、ラバウルで撮影された582航空隊の集合写真だ。右端に立っているのが堀光雄飛行兵総長。 AI でカラーにしてみる。堀光雄、撃墜10機以上、飛行時間1700時間の古参と右乗員だ。ラバウルの激戦を潜り抜け343空に合流した。堀はこの後菅野直しの最後の両機となる男だ。菅野が消息を絶つ最後の瞬間まで彼のそばにいたのが堀光雄だった。その話は後ほど語ろう。こちらは堀光雄のポートレートだ。 AI でカラーにしてみる。穏やかな表情の中に歴戦の重みが漂っている。ラバウルからソロモン、そして松山へ、堀は常に最前線にいた。343空では菅野直しの信頼を得て両機を務めた。8月1日の最後の出撃では菅野の異変を最初に察知した男でもある。ゼロ戦のコックピットから笑顔を見せる初島二郎飛総長。 AI でカラーにしてみる。初島は押渕隆隊員の忠実な両機だった。両機とは編隊長の斜め後方につき、常に隊長を守る役割を担うパイロットだ。7月24日、豊後水道での戦いで押渕が被弾して離脱を余儀なくされた時、初島は隊長のそばを離れなかった。最後まで押渕を守ろうとして初島もまた命を落とした。隊長と一緒に死ぬことを誇りに思っていたと押渕の部下たちは語っている。初島二郎はまさにその言葉を体現した男だった。飛行帽に防寒コート姿の武藤兼義少尉。 AI でカラーにしてみる。武藤兼義、撃墜約30機、身長160センチの小柄な男だ。最初の撃墜は1937年12月4日、南京上空。日中戦争の頃から空を飛び続けてきた古参中の古参だ。武藤の名を一躍有名にしたのが1945年2月の厚木上空での空戦だ。米機動部隊が東京を空襲した際、武藤は短期で12機の F6Fヘルキャットに挑み、4機を撃墜したと報じられた。実際には10名のパイロットが共同で戦い、4機のヘルキャットを撃墜した。だが、暗い時代に国民は英雄を必要としていた。12対1の神話は今日に至るまで語り継がれている。酒井三郎は武藤をこう評している。
数千の達人。大空の侍の中でも武藤をそう呼ぶ場面がある。1945年6月26日、武藤は343校の新選組に転属する。源田は武藤に命じた。菅野を守れ。武藤はこう答えた。私が来た以上、菅野隊長の命は保証します。厚木基地の302航空、隊頭、乗員たちと市電会、自転車が映っているのが当時の基地の日常を感じさせる。AI でカラーにしてみる。343空は松山を拠点としていたが、本土防空を担う航空隊は他にもあった。302航空隊は厚木を拠点に関東の防空を担当。武藤兼義もここで戦っていた時期がある。1945年に入ると、米軍の B29 が連日のように本土を襲った。日本の防空部隊は圧倒的な物量差の中で消耗を続けた。そんな中で343空は最後の希望として機体を一身に背負った。1945年3月19日、343空の初陣の日だ。この写真は呉軍港を攻撃する米艦載機を捉えている。下には日本の空母の姿が見える。 AI でカラーにしてみる。この日、米機動部隊タスクフォース58は16隻の空母から321機を発進させ、呉と神戸を攻撃した。朝6時50分、343空の偵察機が打電する。敵機動部隊室戸岬南方50キロ。源田が叫んだ。全飛行隊発進準備。無線符号敷島。前期エンジン始動。桜新高山登れ。発進。市電海50機と市電8機が10分以内に離陸を完了した。太平洋戦争初期以来見たことのない壮観な光景だったと記録されている。343空は52機撃墜を報告した。だが実際には米軍機の損失は14機程度だった。一方、343空は15機を失い13名が戦死している。双方とも課題報告をしていた。それでも連合艦隊司令長官豊田ソエム大将は343空に艦上を授与した。巧みなる戦術と果敢なる戦闘により、ほとんど瞬時に敵機60機以上を撃破し、もって全海軍の士気を大いに高揚せしめた。同じ3月19日、呉沖の戦艦大和が空襲を受けている写真だ。爆弾の水柱に囲まれながら回避運動を行っている。 AI でカラーにしてみる。343空が松山上空で激戦を繰り広げている同じ時刻、呉では日本海軍の象徴たる大和もまた攻撃を受けていた。この日の空襲で大和は軽微な損傷を受けたが、わずか3週間後の4月7日、大和は沖縄への水上特攻に出撃し、某の岬沖で沈没する。343空が初陣を飾った1945年3月19日は、日本海軍の最後の輝きと終わりの始まりが同時に訪れた日だった。3月19日、日本側だけでなく米軍にも大きな悲劇が起きていた。空母 USS フランクリンだ。この写真は2発の爆弾を受けて炎上するフランクリンだ。 AI でカラーにしてみる。黒煙が1マイルの高さまで立ち上がっている。この日、日本軍機の爆撃でフランクリンは大破。800名以上の乗組員が命を落とした。太平洋戦争で最大の被害を受けた米空母の一つだ。343空の初陣とフランクリンの悲劇は同じ日に起きた出来事だった。炎上するフランクリンの甲板で救助を待つ乗組員たち。海面は油で黒く染まっている。 AI でカラーにしてみる。この写真を見ると、戦争は敵にも味方にも等しく悲劇をもたらすことを痛感する。フランクリンは奇跡的に沈没を免れた。だが800人以上の命がこの1日で失われた。生き残った者の心にも消えない傷が刻まれたはずだ。別の艦から撮影されたフランクリンの前景だ。手すりとロープの向こうに燃え盛る空母が見える。 AI でカラーにしてみる。黒煙と炎、傾いた艦隊だが、フランクリンの乗組員たちは艦を見捨てなかった。必死の消火活動で沈没を食い止め、自力で米本土への帰還を果たしている。喜界島に向かう343空の市電海編隊。先頭の343の08が菅野直隊域、増装を装備しているのが見える。
AI でカラーにしてみる。1945年4月、沖縄戦が始まった。日本軍は菊水作戦と呼ばれる大規模な特攻作戦を発動。343空は特攻隊の援護として南方に出撃を繰り返した。だが増装をつけても空戦可能な時間はわずか15分。南方での戦闘は常に燃料との戦いだった。4月12日、沖縄方面への初出撃で新選組は9名の搭乗員が未帰還となった。343空にとって最も大きな損害の一つだった。1945年4月15日、鹿屋基地。この写真は米軍が上空から撮影した鹿屋基地だ。左上に滑走路が見える。杉田正一が最後を迎えた場所だ。 AI でカラーにしてみる。この日、343空の一部は鹿屋に展開していた。午後2時50分、米軍機接近の報が入る。源田は即時発進を命じた。米海軍 VF46 のウェザラップ少佐が8機のヘルキャットで鹿屋上空に突入した。杉田は滑走を開始していた。酒井三郎が隠れろと叫んだが、杉田は聞かなかった。ウェザラップは後にこう語っている。離陸中の戦闘機を狙った。上級飛行隊長だろうと判断した。弾着の閃光が見え、やがて機は機首を下げた。笠井智和はその瞬間を目撃した。信じがたい光景が目に入った。グラマンの一射で杉田の機は急激にバンクし、飛行場の端で黒煙を上げて墜落した。杉田正一、享年21歳。120機以上を撃墜したエースは、自らは1機も落とせないまま、離陸直後に命を散らした。母の伊代が初めて墜落地を訪れたのは、戦後33年が過ぎてからだ。1945年初頭に撮影された407飛行隊の搭乗員6名。AI でカラーにしてみる。前列左から大沢重比、佐一飛曹、宮本清一飛曹、増本栄、飛曹長。後列左から中野明、飛曹長、久本正吉、飛行兵曹長、原田和彦、一飛曹。この6人のうち、宮本清は6月3日に戦死、増本栄は8月8日の最終戦闘で命を落としている。原田和彦は3月8日に殉職。彼らは自分たちがあとどれだけ生きられるか、うすうす感じていたのかもしれない。それでもカメラの前では笑顔を見せた。これはアメリカ軍の F4U コルセアだ。ボロボロに破壊された機体。尾翼はほぼ原型をとどめていない。フレイザー小域。紫電海との空戦でこの状態で帰還した。 AI でカラーにしてみる。紫電海の 20mm 機関砲4門の威力がこの写真でわかる。この状態で帰還できたのはコルセアの頑丈さの証でもある。紫電海は F6F ヘルキャット、F4U コルセア、P51 ムスタング、P47 サンダーボルトなどあらゆる米軍戦闘機と交戦した。唯一戦わなかったのは P38 ライトニングだけだと言われている。米軍パイロットたちは343空の紫電海をそれまでの日本軍機とは明らかに違うと感じていた。変態戦術を駆使し極めて攻撃的。何度もターキーシュートを経験してきた米軍にとって343空との戦いは衝撃だった。1945年5月、407飛行隊のブリーフィングの様子だ。しゃがんで説明しているのが分隊長、東條院たちが取り囲んでいる。 AI でカラーにしてみる。5月から6月にかけて343空の戦闘は激化した。 PBM マリナー飛行艇の迎撃、 PB4Y2 プライバティアとの遭遇、 P47 サンダーボルトの奇襲。ほぼ毎週のように新たな敵が現れた。プライバティアとの戦闘では米軍の記録にこう書かれている。手強い小型戦闘機だった。343空の搭乗員たちも消耗していった。機体は修理が追いつかず、補充パイロットの技量は専任者に遠く及ばなかった。1945年5月から6月頃に撮影された407飛行隊の搭乗員たち。前列に座る服部慶七郎少尉と沢田万吉少尉。後列には7月2日に戦死する成瀬101飛曹の姿もある。 AI でカラーにしてみる。旧明道衣をつけ白いスカーフを巻いた搭乗員たち。いつでも出撃できる体制だ。写真の背景には掩体号らしきものが見える。この頃の343空は毎日が綱渡りだった。使える機体は減り続け、搭乗員の疲労は限界に達していた。それでも彼らは飛び続けた。1945年
7月24日、米機動部隊タスクフォース38が再び呉を攻撃した。この写真は呉付近で空襲を受ける重巡洋艦とね、爆弾の水柱が利根を囲んでいる。AI でカラーにしてみる。この日、343空は24機の試電会で迎撃に上がった。豊後水道上空で帰還する米艦載機の編隊を捕捉する。701飛行隊を率いたのは押渕隆大尉。だがこの日、押渕の編隊は不運に見舞われた。エンジンカバーの緩みで両機が脱落。もう1機も体調不良で遅れ、第2小隊が機能しなくなった。3回の攻撃を行ったのと、押渕機はエンジンに被弾した。離脱を図る押渕のそばに初島次郎飛装長がついた。米海軍 VF49 のギブソン少尉が追跡した。日本機が旋回しようとするたびに、私が前方に単車を撃つとまっすぐに戻った。車輪を出し、フラップを下げて速度を合わせた。操縦席に命中弾を得始め、煙を吐き始めた。片翼を傾けてまっすぐ海面に突っ込んだ。押渕隆大尉戦士、そして忠実な両機初島二郎もまたこの戦闘で命を落とした。同じ日、武藤兼義もまた帰還しなかった。コルセアとの正面対決の末、前のめりに倒れた武藤機は横転して降下していった。海面への墜落は確認されていない。7月24日、343空は2人の飛行隊長級のエースを一度に失った。7月28日、呉が再び攻撃を受けた。この写真は空襲を受ける戦艦春馬だ。係留されたまま爆弾の水柱に囲まれている。 AI でカラーにしてみる。春名はこの攻撃で大破着底した。呉軍港にはもう動ける艦はほとんど残っていなかった。343空もまた満身創痍だった。押渕、武藤を失い、使える試電会の数は日に日に減っていた。だが終戦まであと3週間。343空の戦いはまだ終わっていなかった。8月1日、343空最後の飛行隊長菅野直しの最後の日だ。この日、約20機の試電会が大村を出撃した。目標は屋久島付近を飛行する B24 爆撃機の編隊だ。菅野はエンジン不調のため機体を乗り換えて出撃。両機の中西が引き返したため、堀光雄が菅野の両機に繰り上がった。B24 の編隊を捕捉し、菅野は正面から攻撃をかけた。菅野は正面攻撃を得意としていた。臆病者には向かない方法だと本人が語っていた。その時、異変が起きた。射撃中に20ミリ砲弾が砲身の中で爆発したのだ。左翼中央部に1メートルの穴が開いた。スイスのエリコン社から輸入した不良弾薬が原因だった。堀光雄は無線で菅野の声を聞いた。こちら、菅野1番、砲弾が砲身内で爆発した。堀は急降下から引き起こして前を見たが、菅野の機体がいない。遥か河口を水平飛行している機影が見えた。堀はすぐに随伴しようとした。だが菅野は攻撃を続けろと命じた。堀が従おうとしないと、菅野は冷たい目で睨んだ。堀はやむなく離れた。それが菅野直しを見た最後だった。堀は帰還後、屋久島沿岸を飛び回って菅野を探した。菅野1番、菅野1番と呼び続けた。だが応答はなかった。源田は堀からの報告を受けた。私は4人の飛行隊長を次々と失い、最後の菅野を失った。実の弟を失ったような悲しみだった。菅野直したい、享年24歳、撃墜25機以上。343空の4人の飛行隊長はこれで全員が戦死した。これは別の日に撮られた写真だが、富士山の上を B29 の編隊が悠然と飛んでいる。日本の象徴の真上を爆撃機が我が物顔で通過する。この光景が1945年の日本の現実だった。 AI でカラーにしてみる。8月8日、343空にとって最後の組織的な迎撃戦となった。 B29 が245機、護衛のP47 が100機以上。八幡を爆撃するこの大編隊に対し、343空はわずか23機で迎撃に上がった。圧倒的な物量差だった。P47 は4本の増装で最大9時間対空可能。試電会の燃料では到底太刀打ちできない。それでも343空は飛んだ。守るべき空がそこにあったからだ。この日、9名の搭乗員が戦死した。鈴木茂雄飛装長は B29 に体当たり攻撃を敢行。
帰還した松本義則飛行長は一言こう言った。失敗だった。八幡市の 20% 以上が消失した。343空は阻止に失敗したのだ。翌日の8月9日、滋賀と搭乗員たちが大村背後の山でハイキングをしていた時、長崎の方角で大閃光が走り、巨大なキノコ雲が立ち上った。原子爆弾だった。終戦まであと6日。終戦後、米軍に接収された市電海、元の日本海軍の整備員が誉れエンジンの試運転を行っている。プロペラが回り、機体は濃い緑色のままだ。AI でカラーにしてみる。8月15日、玉音放送。大村飛行場で終戦を迎えた343空の搭乗員たちは呆然とその場に立ち尽くした。滋賀吉尾少佐は飛行可能な市電海18機を率いて飛行場の上空を飛んだ。市電海への里飛行だった。その後、米軍は市電海に強い関心を示した。滋賀は米軍の命令で状態の良い市電海3機を大村から横須賀まで空輸した。コルセア6機が護衛につき、まっすぐに飛ばなければ撃墜すると通告された。だが、米軍の良質な燃料を積んだ市電海は戦時中とは比較にならない速度を出した。コルセアは追いつけなかった。滋賀たちは知らん顔をしてスイスイ先を行き、市電海の優秀性を最後に誇示した。この空輸にはハリウッドの大スター、タイロン・パワー少佐が同行していた。任務終了後、パワーは滋賀に京都案内を依頼。二人は長年の文通相手となった。この写真は市電海産、型式 N1K4J。市電海をさらに発展させた試作機だ。基板517。AI でカラーにしてみる。市電海産はエンジンをより強力な誉れ213型に換装し、さらなる高性能を目指した。だが、この機体が実戦に投入されることはなかった。終戦がその前に訪れた。もしこの機体が量産されていたら、もし良質な燃料があれば、もしあと半年早く343空が編成されていれば、歴史にもしはない。だが、そう考えずにはいられない。343航空隊とは何だったのか。わずか8ヶ月半の間に15回以上の大規模空戦に参加。88名の搭乗員が命を落とした。4人の飛行隊長は全員が戦死した。菅野直し、林義重、押渕隆、そして武藤兼義。一人一人が替えの利かない人間だった。343空の撃墜報告は実際よりも大きかった。3月19日の52機撃墜報告は実際には14機程度。だがそれはアメリカ側も同じだった。混戦の中での課題報告は双方に共通する現象だ。それでも343空が日本海軍の最後の矜持を示したことは米軍の記録が証明している。ある米軍パイロットはこう書いた。敵パイロットは経験豊富で優れた戦術を使った。21歳で散ったすぎた正一、8歳で犬と格闘した菅野直し、鎌倉の寺の息子林義重、海兵主席の秀才押渕隆。彼らは勝てないと分かっていても飛び続けた。なぜか。それは一人一人が答えを持っていたはずだ。私たちが語れるのは彼らが確かにそこにいたということだけだ。あなたは343空のどのエピソードに最も心を動かされただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。今日もご視聴いただきありがとうございました。いつも温かいコメントをいただいてとても励みになっています。お気づきの方もいるかと思いますが、このチャンネルでは AI による読み上げを使っています。そのためイントネーションや読み間違いがあるかもしれません。まだ駆け出しのチャンネルで限られた予算の中でやっているため、ナレーターを雇う余裕がないのが正直なところです。皆さんの応援のおかげで少しずつ成長できていますので、将来的にはより良い動画をお届けできるよう努力していきます。また AI によるカラー化は勝手に作ってしまったり、色や細部にどうしても誤りが出ることがあります。いつも詳しい視聴者様よりコメント欄にてご指摘をいただき、動画制作において大変助かっていることにまずはお礼申し上げます。引き続き軍装や艦船の塗装など詳しい方がいらっしゃいましたら、ここは正しくはこの色だとコメントで教えていただけるととても助かります。皆さんの知識によりカラー化 AI をチューニングし強化させ、正しい歴史資料として後世に残すことができるのと同時に、このチャンネルがもっと素晴らしいチャンネルに成長していきます。この動画にはエンディングはありません。なぜならコメント欄がこの動画の続きだからです。こんな動画を作ってほしい、歴史に対しての考えや考察、
あなたの思想など、動画を見て思ったこと、感じたこと、肯定的な意見でも否定的な意見でも構いません。皆さんの率直なご意見をいただけると嬉しいです。ご自身の家族や親戚に戦争の記憶を持つ方がいらっしゃれば、そのエピソードもぜひ聞かせてください。おじいちゃんが海軍にいたおばあちゃんから聞いた話がある。皆さんの思いやそうした一つ一つの声がこの動画の本当の続きだと思っています。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。